店のイメージというか、お客様がその抱く雰囲気であったり、すごく僕は大事だなと思ってて、その一つがスペシャリテと言われる料理人の看板料理ですよね。例えばムッシュポールだったらスープオートリュフ、ルアンクルートというスズキのパイ包み焼きであったり、プーレアンベッシーとか、それこそミッシェル・ブラスさんのガルグイユ、あとアリゴ、あの人の料理だねっていう、必殺技的な持つべきだなと僕は思ってたんですね。それはやっぱりムッシュ・ロブションが、ジュレ・ド・キャビアという料理を作り、あとはアニョ・パストラル、それが僕は20歳の時にですね、パリのジャマンで初めて食べて、衝撃を受けましたね。あまりの美味しさと、シンプルなんですけれども整ってて、ものすごく清い味がしたというか、よく分析すると全てが計算の上で構築されてるっていうのが発見できて、やっぱりそのスペシャリテを持つべきっていうのは僕の一つの考えですね、料理人として。うちの場合で言うと、アミューズですね、バリエーションであったり仕立てであったり、あとはラファリンド・サラザン、そのそばがきの料理、あれがうちのやっぱり顔というか、多分名前を伏せて、パッと出したら、これ渡辺さんの料理だねって誰もが多分おっしゃっていただく、今もう8年も続けてますから段階に来てるとは思ってますね。長くやっぱりフランス人シェフたちの下で働かさせていただいて、辻町のフランス校を卒業させていただいてから、研修でサボアのル・シャビシュというね、二つ星をもう50年続けてるとこがあって、最初のフランス人とのコンタクトですかね。それから日本に帰ってきてルーマエストロポール・ボキューズでムッシュ・ボキューズがいたり、その後やっぱりロブションさんの門を叩きですね、でロブションさんが年に4回来日されて、ずっとそのフランス語を喋りながらフランス人と接してこれたのが私の一個の財産というか、武器でしょうかね。フランス人のやることというか考え方ですかね、料理のアプローチであったり、自然に見せていただいて、であとは実際僕が作った料理をロブションさんとかに、味のジャッジをしていただいたっていうのが身についてることですかね。だから今、自分の店を2016年に、鍋のイズム開始してから必ずその一皿一皿に、その皿からフランスが香るかっていうのを一個テーマにしてまして、この間ミッシェルさんが来ていただいた時もものすごい緊張しましたけども久しぶりにフランス人の舌で味わっていただくっていうのは非常に嬉しかったですし、すごくいい経験させていただきました。いつもキーワードにしてる言葉があって、パスク・ジュシー・ジャポネっていう、よくロブションさんのとこでも調味料にちょっと日本の、純米酒を忍ばしたりとかして、プッコアチュフェコムサっていうんですね、ロブションさんが。なんでお前こうやるんだって。すごい美味しくなるのもそうですけどつって、パスク・ジュシー・ジャポネっつって、そういうやり取りをしてましたね。その辺の経験とかが今僕の料理のベースになってますね。その辺はずっと守っていきたい、味のストライクゾーンというか。
僕がいつもこの店のテーマとして掲げてるのは、フランスの中のどこかの地方のそばに浅草駒形地方があったとしたならば、そこの料理かなっていうのが、僕はなんかナチュラルに、この辺にある食産物であり、調味料であったり、その辺を使わせていただくっていうのは、ここにあるからそれを調理するというのが、でもやっぱりこの風景と土地のなんか気というか、それがないと鍋のイズムの料理って成立しないのかなって考えてますね。浅草駒形という江戸文化が始まっての食文化が非常に華やかに花開いた土地ですから、そういった土地の力をいただきつつ、それを自分のその料理に乗っけて、新しい味の扉が開けばいいかなって思いますね。テーマはやっぱりカリフラワーの変化ですよね。まずはそのピュレがあって、やっぱり滑らかさっていうね、一番表現したいので、しっかりと火を入れてから高速のミキサーで回す途中にですね、冷たく冷えたバターを少しずつ入れて、乳化をさせるんですけども、水分に対しての油脂を少しずつ溶かし込むということで、あれだけ滑らかな質感が生まれるのかなと思いますね。であとは、丸ごと全粒粉のベニエの生地をつけて揚げたものと、カリフラワーを1個食べてるという喜びといいましょうかね。あとはその、スライスで、それこそミシェル・ブラスさんのマンドリーヌで質感をすごく口に感じていただきたいので、切れ味のいいマンドリーヌでスライスして、あえて生です。カリフラワーのスムール仕立てはすりおろしきれいに細かいスムール状にしてから太白オイルでソテーして、ほんのちょっとカレー粉のフレーバーをつけます。非常にカリフラワーとカレー粉のフレーバーのコンビネーションというのは、私の師匠のジョエル・ロブションさんが非常に好んだやり方で、カリフラワーのその癖をすごく和らげて、さらに風味を引き出す効果があるという教えを、今も守ってる感じですね。4変化ですかね、これで。そういった一つの食材から質感、味、全部その違ったアプローチをしていくっていうのが、デクリネゾンという料理の一個の考え方でじゃないですかね。